マグナムクラフト赤目スペシャル9060を使い、約9フィートのベイトロッドを作ります。グリップは EVA 製、リールシートは TCS リールシートを加工して使います。メタルパーツはまたぎのものです。エンドキャップはマグナムクラフトの 25mm、ガイドはチタンフレーム、トルザイトリングです。インロー芯を接着しようとしましたが、抜けず、よく見ると接着剤が見え、接着してあります。覚えてませんが、届いた時に接着したかもしれません。ブランクにリールシート搭載位置をマスキングテープでマーキングします。ロッドが長いこともあり、バッドエンドから 336mm にしました。リールシート取り付け部分のブランク直径はスクリュー側で 14mm、トリガー側で 14.5mm、リールシートに通すとガタガタです。今回はブランクスルー、リールシート直付けを予定しているので、この隙間を埋めるスペーサーを 3D プリンターで印刷します。こんな感じです。印刷できた ABS スペーサーをブランクにはめ込み仮固定します。スペーサーの前後をマスキングテープで保護します。このスペーサーは 3D プリンターの印刷物である必要はなく、カーボンパイプなどの内径を加工したものの方がいいと思います。見ての通り 3D プリンター印刷物では肉が薄いこともあり、うまく印刷できておらず、表面はガタガタ、穴も開いています。それでもなんとかなりそうなので、このまま使うことにしました。120番のペーパーでサンディングして、スペーサーの外径をリールシートの内径に合わせます。リールシートと合わせてみると少しきつめですが、組み立てられそうなのでいいことにして、マスキングテープを除去し、ブランクから外します。ブランクから外すとこんな感じです。まあまあボロボロですが、形は保ってます。120番のペーパーを適当な棒状のものにマスキングテープで固定します。簡単に外れないように複数箇所を固定し、固定できたらペーパーを棒に巻きつけます。棒に巻きつけたペーパーをリールシートの取り付け穴に挿入し回転させて、リールシートの内側をサンディングします。回転させながら何回か往復して、リールシートの内側にある細いリブを削り落とすと同時に、スペーサーを接着するための足付けとします。足付けが終わったら、スペーサーを仮組みして、組み立てられるか確認しておきます。確認し終わったら、スペーサーを引き抜き、粉塵を取り除きます。30分硬化型のエポキシ接着剤で、スリーブをリールシートの内側に接着します。主材と硬化剤を同量取り出し、よく混合します。混合したエポキシ接着剤をリールシート内側に塗布します。トリガー側とスクリュー側の両方から接着剤を入れ、塗り残しが出ないように内径部分全体に塗り伸ばします。スペーサーにもエポキシ接着剤を塗布します。スペーサーの全長のおおよそ半分、挿入の際に先頭となる側に塗っておきます。接着剤を塗布し終わったら、リールシートとスリーブを組み合わせます。スリーブを時々回転方向に動かしながら少しずつ押し込んでいきます。スリーブがペラペラで弱いので、できるだけ余分な力をかけないように組み合わせます。スクリュー側のはみ出した接着剤をかき落とし、スリーブに開いていた穴を接着剤で埋めます。接着が終わるとこんな感じです。トリガー側のリールシート内部にプラリペアを充填しますが、スリーブに大穴が開いていて、そのままでは充填できません。マスキングテープでスリーブ内側から蓋をすることにしました。これで多分大丈夫です。プラリペアを適化して空洞部分を充填します。このプラリペアの充填は後からリールシートを切削する際の裏打ちになります。リールシートの切削加工をしない場合は、はみ出しているスリーブを削り落として終了できますし、そもそもスリーブではなく普通にコアテープでいいと思います。プラリペアの充填が終わったら15分ほど静置します。
プラリペアが硬化したらマスキングテープを剥がし内径を切削します。マタギの EVA コルクリーマーのテーパーがたまたま今回のブランクのテーパーに近かったので、これを使って削ります。切削できたら掃除機で粉塵を除去します。これを何度か繰り返してリールシートの後端からブランクのバッドエンドまでの距離を 336mm 前後に合わせます。後で塗装もするのでこの段階ではぴったりに合わせなくても大丈夫ですが、たまたま合いました。リューターを使ってスペーサーの末端を削り取ります。先端工具は超高ビット砲弾型の 6mm です。スペーサー末端のみを切削することは不可能なので、盛り付けたプラリペアも削ることになりますが、余分に持っているので大丈夫です。こんな感じです。以前投稿したロットのリールシートが使いやすかったので、今回もよく似た形に加工します。とは言ってもテンプレートも図面もないのでほぼ同じにはできません。あくまでも似た感じです。マスキングテープを細く切断します。幅 1.5mm ぐらいです。スクリュー部分の周り止めスリットに細く切ったマスキングテープを貼り付けマスキングしますが、1枚ではスリットが埋まらないので重ね貼りします。スリットのマスキングができたらスクリュー部のプラリペアがついて欲しくない部分にもマスキングします。このマスキングテープの単面が切削する時の目安線になりますので、ノギスで測定して正確な位置に貼っていきます。マスキングテープを貼り終わるとこんな感じです。プラリペアを摘化して肉盛りしていきます。以前のリールシート加工ではマスキングせずに肉盛りしましたが、スリットに流れてしまったプラリペアを切除するのに手間取りましたし、切削目安がないので何度も測定しました。今回はそれらの対策としてマスキングしました。結果マスキングの効果はあり、以前よりも楽に切削できましたが、今度はマスキングテープを取り除くのに手間がかかりました。使ったのが紙製のマスキングテープだったためか、プラリペアが染み込み剥がしにくくなりました。まだ改善の余地がありますね。プラリペアが硬化したらリューターでリールシートの外形を切削加工します。先端工具は超高ビット砲弾型の 6mm です。とりあえず明らかに盛り付けすぎている部分をさっさと削り落としてしまおうと削り始めましたが、切れ味が悪く思うように進みません。おかしいと思いつつそのまま切削を続行。結局しばらくそのままで切削してました。切れが悪かった原因はビットの回転方向です。トリガーの後ろ側を切削中、あまりの切れ味の悪さに一旦切削を中止してビットの刃を確認。特に悪くなさそうなのでいろいろ確認したところ、正転逆転の切り替えスイッチが逆回転になってました。ここからが回転方向を直した後です。普通に切れるようになりました。ここまでの動画を再度見てもらうと分かりますが、切りくずの飛ぶ方向も逆に飛んでますし、回転方向修正後と比べ明らかに切れ味が劣ります。皆さんも切れ味が悪いと思った時は回転方向を確認してみましょう。外形がだいたい切削できたので KN フードを一度締め込み、シャープペンシルでフードの接触位置を書き込み、再び KN フードを外します。接触位置に合わせてリールシート本体前方を加工します。フード部分とリールシート本体をテーパーで結ぶように切削します。トリガー側も外形が決まることで内側の余分な肉を切除することができるようになります。一緒に切削してしまいましょう。リューターによる切削、成形が終わるとこんな感じです。プラリペアが浮いてしまった部分にはこの後瞬間接着剤を流しておきます。120番のペーパーでサンディングしてリューターの切削痕を消し、全体的に滑らかに成形します。
ペーパーを通し終わるとこんな感じです。当たり前のことですが、ペーパーが粗いので傷だらけです。これらの傷を二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアーを厚塗りすることで埋めていき、目止め塗装とします。ドライコートで塗り始め、ある程度塗膜がついたらウエットコートし、またドライコートを繰り返して塗膜を厚くしていき、傷やピンホールを埋めてしまいます。途中で硬化させることなく連続で塗り重ねることで、分厚い3層のウレタン塗膜を作ることができます。垂れないように調整しながら吹き付けます。途中で硬化を挟むと塗膜が一体化せずミルフィーユ状に多層化してしまいます。多層に塗られたウレタン塗料は傷がついた場合、そこを起点にめくれるように剥がれてしまう場合があります。できるだけ単層で塗れるように吹き付け調整してください。目止め塗装終了です。リールシートリングを加工します。リングを加工が終わったリールシートに合わせてみると、当然ですがリールシート内側に盛り付けたプラリペアに干渉して組み立てられません。リングの干渉部分をリューターで切削し、組み立てられるように調整します。先端工具は超高ビット円柱型 6mm です。リールシート内側に入る部分の約半周をテーパー状に切削します。今回は回転方向をミスってないのでよく切れます。だいたい切削できたらリールシートに合わせて組み立てられることを確認します。大丈夫そうです。リングの切削加工部内側が鋭く尖っています。このままでは危ないので面取りをします。面取りできたらリールシートリングの加工は終了です。加工が終わったリールシートとリールシートリングを組み合わせます。KN フードを仮組みします。リールシートにブランクを通し仮組みします。ガタつきや大きな隙間もなく、KN フードもスムーズに回転装着でき問題なさそうです。リールをつけるとこんな感じです。前作と比べてみます。似てはいますが結構違います。まあ使用感は近そうなのでいいことにします。今回の動画はここまでです。特にリールシートを改造しなくても、ブランクタッチのリールシートを直接ブランクに接着したい場合、内径調整方法は参考になると思います。次回は塗装とグリップ組み立てを予定しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。